どうもこんにちは、ランパパでございます。私はですね、明日5月19日に開催される野辺山100キロウルトラマラソンに出場するためにですね、長野県の南牧村にですねやってきております。後ろにそびえていますのが八ヶ岳連峰でございます。今日はね、非常に天気がいいので山々も綺麗に見えております。ただね、天気が良すぎて少しね暑いです。普段ね、例年だと私ここに来る時は長袖を着ているんですけれども、今日はね半袖でも全然過ごせてしまうようなね暑さですね。だいたい気温、ちょっと風があるので少し涼しく感じますけど、だいたい24度5度ぐらいあるようです。大会当日もこれに近しい天気のようなので、ちょっとね熱中症のリスクがね高くなるので、ちょっとねその点だけ心配ではあります。野辺山ウルトラマラソンの特徴を2つね挙げておきますと、1つがアップダウンの激しいコース設定です。比較的平坦なコースが序盤の10キロ、あと中盤の10キロ、終盤の10キロですね、その30キロぐらいしかない印象で、残りの70キロはずっと上ってるかずっと下ってるか、あとねアップダウンを繰り返しているかというね印象でね、とても過酷なねコース設定になっています。でコース全体の累積の標高差は、公式には発表されていませんけれども、いろんなサイトを見ると2000メートルを超えていると言われております。続いて特徴の2つ目、これはですねコース全体的に高地であるということですね。このスタート地点の南牧村も1350メートル近い高地にあります。そして、コース上の最高地点20キロぐらいの地点なんですけれども、そこがですね1908メートルと、ここもねすごく高地な場所になっています。なので普段の暮らしとか、あと練習を低地でね行っている方、私も含めてなんですけれども、そういう方にとってはね少なからずパフォーマンスに影響を与えると思いますので、そういった点においてもですねやはり過酷なコースというふうに、なっています。このようにね過酷なコースですので、野辺山を制す者はウルトラを制す、そういったね言葉もあるようなね大会になっております。で今年のね野辺山ウルトラマラソンなんですけれども、記念すべき30回の大会になっております。でそれもあってか、数年ぶりにね前日イベントが開催されていますので、ちょっとねその模様もね少し撮れればなと思っています。で話をちょっと移して、私なんですけれども、私もですね今回で10回目の挑戦になります。ただ完走扱いで走り切ったのが最初の1回だけ、71キロの部を最初に走り切っただけで、あとの9回ずっとね100キロ挑戦し続けているんですけれども、1回だけね制限時間オーバーで走り切ったことはあるんですけれども、ちょっとねそれ以外は、走力不足であるとか、あとね胃腸トラブルとかね、そういったものでですね走りきれていません。でここ数年はこのね胃腸トラブルをですね、抱えていてですね、なかなかねそこからね抜け出せずにいます。で今年も一応ね対策いろいろとね考えてきてはいるんですけれども、果たしてねそれが効果を発揮するのかというところがですね、全くもって分かっておりません。ですがね一応そういうふうになっても多少でも前に進めるような対策もしてきているので、できるだけ長く走れるように頑張っていきたいと思います。ではですね、ちょっとねイベント会場の方に行ってみたいと思います。イベント会場にやってきました。地元の方はもう皆さんね、
行われていると思います。私知ったの前日だった、このイベントがあるって言ったのは前日だったので、あまりね人が集まっているのかってちょっと気になってたんですけど、ご覧の通りめちゃめちゃいますね。結構います。思った以上。何の方に聞いていただいて、ホーム線乗りながらパイ店のブースなんかがありますね。埼玉、千葉、そして神奈川、皆さんの長野県もそうなんですけども、キッチンカーなんかも来ています。このホーム線とかを聞いていただければと思います。演歌歌手の方の、ステージが開催されてますね。当日はね、こちらの体育館が、手荷物なんかのね、預かり所になったりします。ここ数年はね、前日のイベントなくなっていたいので、前日ね、ここに来ても本当にガランとしていたんですけれども、久しぶりにね、賑やかな前日イベントが戻ってきたなっていう、ね、感じですね。当日はですね、この辺りにスタートゲートが設置されます。ここがスタートラインですね。ですので、明日はもう一日中この直線道路が封鎖されて、野辺山ウルトラマラソン貸し切りの状態になります。はい、今年も直売所の牛さんいました。去年と変わっているのかちょっとわからないですけど、ちなみに今年はちょっと腸の調子を保つためにソフトクリームは控えておきます。ただお土産はね、買っていきたいと思います。はい、これが今日の泊まる宿です。ペンションですね。もう6、7回お世話になってますね。こちらはですね、素泊まりでも、夜食が出てくるというちょっと変わった宿になります。なので夕食食べちゃったりすると夜食が食べれないということになるので、今日はね、夕食は抜いて夜食、夜食といっても7時頃に出てくるんですけど、それを食べます。はい、おはようございます。大会当日になりました。今4時47分です。スタートまでね、あと20分少々になりました。私はね、第2ウェーブのスタートになります。第1ウェーブがね、4時55分スタートで、あとね、10分少々でスタートになります。遠目ですけど、このように整列をしていますね。で、今日はね、天候はですね、少しね曇っている状況ですね。気温が10度ほどなので、今はねすごく走りやすい天候です。で、これが日中になってくるとどのくらいかっていうと、だいたいね、昨日結構25度近くまで上がったんですけど、今日はね20度いかないぐらい、までしか上がらないようなので、昨日よりはね走りやすい、かなというふうに思います。去年、一昨年なんかは、もう半袖短パンでも寒くなかったんですけど、今日はね少し肌寒いので、レインをね少しレインを羽織ってちょっと温度調整しているという状況ですね。ただやっぱり日中はね暑くなると思うのでね、こうやって帽子とかこう日よけね、こういうのが必須になるかなと思いますので、そういう装備もしてきました。今年私もね10回目の挑戦になるので、いい加減ね、いい加減に完走したいというふうに思っております。じゃあスタートレースにね並んでいきたいと思います。
まりました。野辺山ウルトラマラソン100キロですね。5時10分のスタートですね。今年こそはね、完走をしていきたいと思います。じゃあ行ってきます。スタートして約3キロですね。農道を走っています。八ヶ岳連峰がですね、目の前にそびえていますね。曇ってますが、山々は本当綺麗に見えます。スタート前のアナウンスですと、この大会にね、参加されている人数は延べで2600名ほどだそうです。で、年齢別に見ると50代が一番多くて 40% で、40代が 30% で、その他の年代が 30% ということでね、私今年ね、去年の12月で50歳になったんですけどね、同じ年代の方が、ね、1000名今日ね出場されているって思うとね、走る勇気をねもらえますよね。今ね JR の線路沿いを走ってます。これもう少し行くとね、JR の、標高が一番高い駅に到達します。野辺山駅だっけな、野辺山公園駅だっけなに到着します。そこに到着すると、山々に向かって本格的な登りが始まっていきます。 JR の鉄道最高地点1375メートルですね。はい、最高地点標高1375メートルということで、北川駅です。野辺山公園駅ですね。驚愕の数字ですね。もう1000超えてくると異次元ですからね。ほら、登っていきます。もっと高いところで走りに行くんですね。そうですね。降りでの行きましょう。不動産ですね。さあね、ただいま8キロで7往復ああ、そこからです。9.5 キロ地点。ここからね、砂利道、林道に入ってきます。少し前の方と少し距離取って足取られないように走っていきますね。はい。八ヶ岳連峰して、あちらにもね、あそこにぼんやりですけど富士山も見えるね。カメラで捉えきれてるかな。捉えきれてるかな。ちょっと難しいかも。でもうちのベランダの方がよく見えるかな、富士山に関しては。10キロ超えました。ここまでが1時間7分。何キロペースだ。約キロ6分半は超えてるね。ちょっと一回トイレ休憩したんで、一応今回はね、自作のスケジュールを用意してます。タイムスケジュールね。タイムスケジュール的には少し5分ぐらい遅れ気味なんですけど、ちょっとね、これから取り返さないといけないですね。ちょっとスタート直後ね、膝が少し鈍痛があったのでペース控えめに出ました。今も少しあるんですけどね、まあ走れないような痛みではないので、このままね走れていければなって思います。はい。5問目。今11キロの映像ですね。1時間17分、ここまで。7分は一応切るくらいのペースですね。いや、もう結構ちょっと想定したよりも早めに上りが始まったんで、想定したペースはちょっと遅いですけど、
コース最高地点1908メートルです。さて、ここからは下りです。19キロ地点、湧き水が湧いてます。そうですね、スポンジを持ってきてるので、それでスポンジを組みせて、腕とかにこのスポンジを当てると気持ちいいですね。20キロです。ここまで2時間47分ですね。最高地点を過ぎたあたりからね、少しで、お腹の調子がやっぱり丸くなってきました。前回と一緒ぐらいの、前回よりさらに早い感じがしますね。どこまで行けんだろう。これより悪くならなければいいんですけど。第一関門までやっていきました。めっちゃ楽しい。お湯がありましたので、紅茶オレをですね作っていただきます。お腹を温めた方がね、胃腸にはいいと思うので。うまい。今ね29キロを過ぎたところですね。今ね林道を進んでいるところです。お腹の調子なんですけれども、あまり良くなくて、少しずつだったらね入るんですけど、あまりもう無理ができない状況になってしまいました。でそれと同じぐらいちょっと辛いのが膝ですね。スタート地点から鈍痛があったんですけれども、20キロ過ぎぐらいからチクチク痛み始めて、あまり踏ん張りが効かなくなりました。でなので下りでもねあまりスピードが出せずに、いるのでちょっとね、辛い状況ですね。はい。今もう4時間半、スタートしてから今4時間半ですので、それで1時間半ほどで、12キロ半ほど 12.5 キロほど進まないといけないので、ちょっと42キロの関門が怪しくなってきました。はい、30キロ追加です。時間は4時間43分です。超遅い。今11時15分を過ぎまして、42キロの関門の時刻になってしまいました。今37キロ地点なのでちょっと間に合いませんでしたね。はい、これから、一応42キロ地点までは行こうと思いますが、もしかしたら、ね、後ろから回収のバスがもうやってくるかもしれませんね。回収のバスが来ました。早かったな。
第2関門まで戻ってきました。迎えました。残念ながら。はい、ご視聴お疲れ様でした。いやスタート会場の方に戻ってきました。結果としてはですね、去年と同じなんですけれども、42キロの関門に間に合わずに DNF という結果になりました。今日はね、曇りであまりね気温も高くないので、完走を目指すには絶好のコンディションだったんですけれどもね、このような結果になってしまって非常に残念です。原因としましては、最近ね、悩んでいる胃腸のトラブルですね。これが今回も、出てしまいまして、それが辛くて、ペースをね上げられなかったというところと、で2つ目の原因は、今回はねもともとあまり膝の調子が良くなかったんですけれども、それを押して今回はね出場をしたんですが、やはりちょっと膝の痛みが出てしまって、あまりね踏ん張ることができずにペース上げられなかったということですね。この2つが直接的な原因です。ただこれも去年と同じような話ですけれども、序盤にねこのようなトラブルが起きてしまうとですね、どうしてもねメンタル的に下降してしまうですよね。なので一番の原因はそのメンタル的な面なんじゃないかなというふうにも思っています。はい、胃腸だけでもねなんとか改善しないかなというふうにね思っているんですけれども、ちょっとなかなか解決の糸口が見つかっていません。はい、ただこの日のためにねいろいろとね取り組んできたこともありますので、後日になりますけれども、振り返りをねちょっと収録をしたいなと思います。今日のためにねやってきてよかったこと今日ねやってよかったこと、いまいちだったこと、どっちかいまいち判断がつかなかったようなこともありますので、ちょっとねそのあたりもね、振り返りで動画にしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでね、今日の動画は以上になります。今回のねチャレンジが良かったなと思っていただける方はグッドボタンよろしくお願いいたします。またね後日振り返りも配信しますので、これも見てみようかなと思っていただける方はチャンネル登録ね、していただけると嬉しいです。はい、ではねまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。